皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は日本の政治。自民党政権が続けてきた農政の失敗。それが反映される形で、去年から今年にかけてお米の価格が高止まりする現象が発生しています。このままの状態でいけば参院選においても食品価格の高騰のその象徴としてお米の価格問題は必ず大きな影響を与えるでしょうというような状況がこれまでは続いてきました。ところがここ最近は少し流れが変わっています。前の農林水産大臣が失言から更迭され、小泉進次郎氏が大臣に就任しました。それに伴って政府備蓄米の放出にかなり大きな動きがあり、選挙に対する影響度もかなり変わりそうです。本来であれば自民党の農政について、ここが問題でどうすれば直せるかといった対決より解決といったことを掲げている国民民主党。しかし今回は玉木氏の失言により政策提案型ではなく、残念ながら失言の悪影響が足を引っ張ろうとしています。まず第一に、前農林水産大臣が行ってきた失敗は政府備蓄米の放出ではなく、その放出方法でした。オークション形式を取ることにより高い値付けをした業者が引き取っていきました。それに伴って仕入れ価格が高いので市場に出す時もどうしても安い価格にはなりませんでした。そこで農林水産大臣になった小泉氏は随意契約を用いて低い値段で市場に政府備蓄米を放出しています。大手業者を中心としてまずは政府備蓄米が受け渡しされ、楽天やアイリスオーヤマでのネット販売が開始されました。この後順次中小スーパーや小売店の共同購入などもあって、ココ米やココココ米といったものが市場に出てくることとなります。こうした何年か経った政府備蓄米が5キロ2000円やもしくは2000円以下のものも出てくるよといった話もあって、店頭で並ぶお米の価格もそれに引っ張られる形で、ここからは反転する可能性が出ています。しかし、小泉大臣のこうした施策に対して野党側はちょっと対応を誤っているように私には見えます。まず第一に批判すべきは、今の状況を生み出したのが自民党の農政であり、減反政策に次ぐ減反政策、それに伴う悪影響といったものが、今のお米が足りない状況を生み出して、それが高値をつけることになった、この根本原因についての責任追及を行うことが第一です。そうした根本論とはまた別に今対応すべき話については是々非々で臨まなければなりません。例えば前農林大臣が高値をつけるオークション形式を採用していたことをやめて随意契約に切り替えた。そしてココ米を出すことによってそれらの価格が安いよといったことが市場全体に与える影響が大きいだろうということは本来ならば評価すべきところです。なぜならば野党側にも対案が出てこなかったからです。例えばココ米やコココ米といった政府備蓄米を出すことによって政府は今のお米の価格を安い方向へと持っていこうとしています。野党の方にそうした政府備蓄米を活用する以外の方法でこれをやりさえすればできるのに政府は全く何の手も打っていないと言えるのであればそちらの方が容易に決まっています。しかし現状お米の価格を引き下げるには結局のところ需要を上回る供給量を出すことによって全体の渇望感を和らげるしかありません。ですから政府備蓄米を活用することそれ自体は悪い政策ではないのです。そもそも野党側の方も政府備蓄米の活用についてはもっと早くもっと大量にもっと前からやるべきだといった具合にしてむしろ政府が遅い少ないといったことを批判していたのであり今になってようやく出てきたなといったことをむしろ自分たちが正しい批判をしていたんだと怒っても良いはずです。ところが野党側の批判を受けて実際に行動に移した途端に議論の中で出てきた国民民主党玉木氏の失言というのがあと1年もすれば家畜の餌になるようなお米を市場に出してそれ安くできますよみたいな話をしました。まずこの話のポイントとしては政府備蓄米は5年経てば政府備蓄米の指定を外れて飼料用米として市場に出ていきます。しかし政府備蓄米はあくまでも主食用のお米を貯めていたものであり家畜用のお米を貯めているわけではありません。また5年が経ったら飼料用になるのであり5年が経っていないものについては全てが主食用です。決して
そのことについては間違えないようにしてください。ところがこの点については、積極的に玉木氏の発言といったものを悪用する形でデマやフェイクニュースを流して政府批判につなげたり、自分たちのお金稼ぎにつなげている人たちがいます。例えば、今は政府備蓄米であるにもかかわらず、家畜の餌を国民に食わせる気かといった具合にして、全く間違った発言などをしている人もいます。例えば、国会議員の中にもおかしな発言をしている人がいます。産経新聞の記事、備蓄米は家畜用だろう。ここ米。5キロ83円が2000円。立憲民主党原口議員の X 物議。立憲民主党の原口議員が備蓄米を小泉米と称し、家畜用だろうと自身の X で発信した内容がネット上で物議を呼んでいる。原口氏は、家畜用だろう。ここ米。5kg83 円のものがなぜ2000円もするのか。誰と随意契約したのか。小泉米と投稿した。備蓄米に関し、衆院農水委員会では国民民主党の玉木代表が、備蓄米はあと1年経ったら家畜の餌に出すようなものなどと発言し、釈明に追われる事態になったばかり。原口氏と同じ立憲民主党では、泉健太前代表がこの局面で使う言葉ではない。改めていただきたいと、玉木氏の発言に苦言を呈している。国民民主党の玉木代表の言った言葉に対して立憲民主党の方から、そのような言い方は問題だと批判しているわけですが、まさにその立憲民主党の議員が政府備蓄米のことをあたかも家畜用であるかのような発言を行っているわけです。このあたり、まず自分の党を何とかしてよという話です。しかし、このような話に便乗する形で拡散、いいね、そして自民党批判につなげようとしている人たちがいます。こちらは X のアカウント、米の生産農家です。令和3年産といえば、ここ米のこと。ここ米といえば、通常人に食わせるには植民地が非常に劣悪。我々は人の食べるものとして扱いません。家畜の餌を国民に売りつけるなよ。それを恥じることなく、ことさら自分の手柄みたいに声高にツイートして何が楽しいのか。とこのように発言しているアカウントがあるのですが、他のアカウントでも全くコピペしたコメントが続きます。米の生産農家です。以下同じような話が載っています。また別のアカウント、こちらでもやはり米の生産農家です。令和3年産といえば、うんぬんかんぬん、その他もまた似たような話。また別のアカウント、こちらでもやはり米の生産農家です。令和3年産といえば、うんぬんかんぬん、また同じような話を書いています。インターネット上ではこうした国会議員の言ったことを根拠とする形で政府機関につなげるためには、もう何でも出来事を利用しようとする人たちがいます。ちなみにこれらコピペのコメントを書き込んでいる人たちですが、米の生産農家と名乗りつつ、過去の発言においては他の職業かもしくは全く農業についてのコメントがなく、このコメントから初めて自称農家をしているような人ばかりです。およそ発言に信憑性はないでしょう。ちなみに政府備蓄米についてなのですが、ここ米であろうとここ米であろうと、基本的には低温管理、また湿度についても十分管理されているということもあり、新米に比べれば風味は落ちるものの、基本的には十分食べられるお米という評価が出ています。ただ、玄米の状態で保存していても、それによって起こる風味の劣化といったものがあるために、少し古いお米を炊くときには酒やみりんを足すのが良いとされています。では、対決より解決をといったこのキャッチフレーズに基づく議論を行うのであれば、何を主張すべきなのでしょうか。国民民主党の玉木氏は、減反政策から転換し増産政策へと切り替えるべきだと提言しています。その時に考えなければならない情報が一つあります。それは日本人のお米の消費が下がり続けていることです。これは農林水産省の出している主食用米の需要量の推移。平成8年から令和5年までの需要量の推移といったものがグラフになっています。最近の2010年から10年間で820万トンから704万トンと 14% の減少。そして平成8年から見た場合においては240万トンほどが需要として消失しています。この背景となっている話としては3つの要因が考えられています。そもそも日本人が減っている。これは
日本が人口減少時代に突入していること。2つ目が高齢者が増加していること。高齢者といえば昔お米を食べていた世代といったイメージがあるわけですが、いざ高齢者になるとお米はどうしても食品としては重たいものです。日々の生活の中で軽い食パンなどを購入する、もしくは日々のお弁当で済ますといった形でお米の消費量が減少する傾向にあります。そして誰もが納得するのが、食べ物が多様化することによってお米以外の食事がかなり選ばれるようになりました。ですから減反政策から増産政策へと移り変わるときには、同時にどれだけ消費を伸ばすかといったことも重要です。ちなみに政府備蓄米の使用方法については、ものすごい天候不順が起こった時などに放出する、もしくは地震などをはじめとした大規模災害などに応じて避難している人たちに対しての供給を行うなど、緊急的な使用などが行われます。またその他にも子ども食堂に出したり、海外に対する援助米としても使われています。そのようにして段階的に政府備蓄米が使用されて、最後に5年経ったものが最終的には飼料用米やもしくは工業用として使われるわけです。ただ、そもそもお米を増産へと移行するのであれば、人間が食べるにしても動物が食べるにしても、どちらにしてもみんながお米を食べる体制といったものを整備する必要があります。そのためにはちょっと思い切った政策といったものが必要でしょう。例えば、現在日本の給食においては、地域によってはいつもお米を食べている地域もあれば、半分ぐらいしかお米を食べていないところもあります。これをいっそのこと、日本全国どこででも給食はお米を主食とし、消費量の底上げを図るといった手があります。また、子供のいる世帯に対してはお米の引換券などを配るなどして消費量の底上げを図るといったことなども重要でしょう。そして食料安全保障上において人間が食べることもまた重要なわけですが、同時に動物が食べる飼料としてのお米といったものも決して馬鹿にしてはいけません。というのも、日本はアメリカから大量に飼料用穀物を輸入しています。その代表例がトウモロコシです。食料安全保障を考えた場合においては、食料自給率だけではなく、日本人が食べる動物性タンパク質が一体何をもって作られているかも考えなければなりません。アメリカで作ったものが大量に安く入ってくればいいじゃないかという意見も当然あるでしょう。しかし、飼料用のお米といったものは、農地の大規模化と集約化を行えば、人間が食べる用のお米よりももっとコストを低く量産することも可能です。アメリカで作られたものよりはどうしても割高になりますが、日本国内で作ることの意味を考えれば、ある程度受け入れていいコストだと私は思います。繰り返しますが、これまでの自民党、公明党の農政においては、需要をいかにして伸ばすか、その政策が明らかに足りないがために、みんながお米を食べないんだったらとにかく減反するしかないよなという、かなり後ろ向きの農政にしか手をつけてきませんでした。今まさにそのことが問われているのであり、今後農政をどう改革していくか、その部分についての議論に集中すべきでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。日本においては大規模に穀物を作ろうと思えば、小麦よりも圧倒的にお米の方が土壌に合っています。それだけに日本国民が広くお米を食べるその食文化をいかにして食育の中から生み出していくか、農政だけではなく教育など様々な分野との連携を図り、今の状況を好転させる政府が求められています。あなたはどのように考えるでしょうか？ぜひともコメントしていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。